もし獰猛な野生動物がうろつくジャングルで一人置き去りにされてしまったら、1962年、舞台はコロンビア北部の地方都市ククタ。焼きたてのパンの香ばしい香りや肉汁たっぷりのソーセージの匂いが漂う街並みを跳ねるように歩いていくその少女はグロリア。パンとジャムをくださいな。商店へ入ると同時に彼女は笑顔で店主にそう告げました。お使いかい？感心だね。店主はそう言って笑い返すと注文の品をカウンターに並べていきます。するとその様子を見つめていたグロリアは思い出したようにこう切り出したんです。そうそう、コーラを一缶ください。あいよ。そう言って店主がグロリアに背を向けたその時でした。くそ、やられた。驚くほどのスピードでカウンターの商品をかっさらい、その場から姿を消したグロリア。店主は慌てて店を飛び出しますが、人混みに紛れたその姿を見つけることは叶いません。そしてグロリアは街中を走りながらこう思いを巡らせていました。人のものを盗むなんてとっても簡単だって、私は5年も猿の群れで暮らしてきたんだから。驚異的な身のこなしでいともたやすく盗みを働く少女。猿の群れで生きてきたと語る彼女の正体は、人とは違う出自を持つ彼女はその町に居場所などどこにもなかったです。おざっす。ウーバーイーツのフリホーレスめっちゃ食べてたらちょっと痩せたよ。ケンちゃんです。スカイツリーに住みたいヤミコです。いや、やだよ。誰よりも高いわよ、住んでるとこ。毎回耳の気圧変わるやん。上としていくたびに。毎回こうやってないといけないからね。やめときな。今回ご紹介するのはコロンビアで暮らしていた一人の少女について。この少女は路上に暮らすギャングのリーダーなんですけれども、盗みに関してはとんでもない能力の持ち主だったんです。何それは結局小さい頃からギャングと一緒に暮らしてたからそういうスキルがついたみたいなこと？実はね、違うんですよ。少女の暮らしていた世界っていうのはギャングの世界よりももっと過酷で厳しい世界だったんです。スカイツリーで暮らしてた。その少女の素性とは一体どんなものなんでしょうか。野生の少女。1962年、コロンビアとベネズエラの国境に位置する地方都市ククタ。お腹減ったな。今日も一仕事するか。眠い目をこすりながらサンアントニオ公園の茂みから身を起こしたその少女はグロリア。とは言ってもそれは以前世話になっていた大人につけられた仮の名前。幼い頃に両親とはぐれた彼女は本当の自分の名前を知りませんでした。公園の噴水で顔を洗って髪を溶かし、綺麗な洋服に着替えた後、彼女の一日のルーティンが始まります。街へ繰り出すと早速商店へと足を踏み入れたグロリア。こんにちは、パンとジャムをくださいな。あいよ。店主が注文の品をカウンターに並べていく様子を嬉しそうに見つめていたグロリア。その最中、彼女は思い出したようにこう付け足します。そうだ、コーラが飲みたいわ。コーラも一缶ください。グロリアの無邪気な様子に頬を緩めた店主。そしてそれは彼がコーラを取ろうとグロリアに背を向けた時のこと。くそ、やられた。店主が振り向いたその時にはすでに並んでいた商品もグロリアの姿もそこから消えていました。そう、グロリアは抜群の身体能力を武器に盗みを働いているストリートギャングのリーダー。身にまとった綺麗な洋服も店主を欺くために前もって盗んでおいたものでした。この盗みの能力はグロリアがこの街へやってくる数年前まで身を置いていたある環境で身につけたものなんです。それはグロリアがまだ5歳だった頃。置いていかないで。お母さんはどこ？人里離れたジャングルの奥地で悲痛に声を張り上げていたグロリア。しかし野生動物がはびこるその場所に彼女の両親がいるはずもないんです。グロリアをジャングルに置き去りにしたのはその日自宅へやってきた見知らぬ2人の男たちはグロリアを誘拐しながら身代金を要求するわけでもなく、人身売買に利用するわけでもなく、途中で放り捨ててしまったんです。誘拐した人たちの意図がよくわかんないんだけど、どちらにしろこれきっかけで何かグロリアは能力を手にするわけね。そうなんです。彼女はこの後ある生き物と運命的な出会いを果たすんです。その後、いくら泣きわめいても両親が迎えに来ることはなく、ジャングルに置き去りにされたその状況を一人で打開していく必要性に駆られたグロリア。彼女は小川を探して水を飲み、木のくぼみに入り込んで眠り、野生動物から身を守りながら数日を乗り越えました。そして迎えた3日目の朝、差し込んだ日差しで目を覚ますと同時にグロリアは目の前の光景に息を飲みます。そう、眠っていたグロリアを取り囲んでいたのは無表情に彼女を見つめる猿の群れでした。怖くないこれ。なんか私動画見たことあるわよ。ヤギの尻の毛めちゃくちゃむしってる猿とかいるじゃない。ニャーニャーって。なんか怖いけど怖くないね、それ。人を襲う猿とかは結構いたりするんですけど、今回グロリアが出会った猿っていうのは比較的おとなしめの猿だったんです。そしてこの出会いによってグロリアは森で生きていくためのヒントを彼らから得るんです。というわけで本日のメトラーキーワード、おまき猿について。
オマキザルとは中南米を中心に広く生息する体長40センチ前後の猿。10頭から40頭の群れで暮らし、果実や小動物、昆虫などを主食とします。体長に匹敵するほど長い尻尾は第三の手と呼ばれるほど器用で、枝に巻きつけて上手に体を支えることができるんです。最大の特徴は猿の中でも群を抜く知能の高さ。手の届かない位置の食べ物を見つけた際、それを手に入れるために棒で引き寄せたり箱を積み上げたりなどの工夫を見せることが実験で分かっているんです。人にもよくなれ、サーカスでショーを行うほか、アメリカでは身体障害者の介護者として利用されることもあるんです。オマキザルの群れは物珍しそうにグロリアを見つめていましたが、決して彼女に危害を加えることはありませんでした。そして実はグロリアがこのジャングルに来てからの一番の問題もオマキザルが解決してくれたんです。はあ、お腹すいた。そう、グロリアはジャングルに来て以来、自分で川を見つけて水を飲んではいましたが、食べ物を見つけることがどうしてもできませんでした。3日間水だけで過ごすその状況に彼女は打ちひしがれていたんです。その時、バナナ？それはオマキザルが木の上から落としたもの。偶然だったのか、グロリアが空腹に苦しんでいることを知ってかは分かりませんが、そのバナナによってどうにか命をつなぎ止めることができたんです。バナナの一件以来、グロリアはオマキザルの群れと常に行動を共にするように、果物やナッツ、昆虫などジャングルで何が食べられるのか、さらに木登りや体をきれいにする方法なども彼らの行動から全て学んでいきました。その日々の中には、とても猿と人とのやりとりとは思えないこんなエピソードもあるんです。その日グロリアはいつも寝床にしている木のくぼみの中でもう何時間も苦痛に身を震わせていた。原因は昨日食べた木の実。好物だと思って食べた木の実はいつもより甘く美味しく感じた。しかしおそらくそれはいつもの木の実とは別の食べてはいけない木の実だった。私もう死んじゃうのかな。グロリアがそうやって死を意識したその時、彼女に近寄ってきたのは群れの中でも長老のオマキザル。長老はある一方へ向かって進めと促すように何度もグロリアの腕を引っ張った。グロリアは意識も朦朧とする中、長老に促されるままその方向へと進んでいく。するとそこにあったのは美しい水で満たされた滝壺。そしていや、やめて。なんと長老はその滝壺の中へグロリアの顔を押し込もうとした。なんでこんなことするの？私がどうせもうすぐ死ぬからもう殺すの？必死にもがきつつそう考えを巡らせるグロリアだったが、彼女はふとあることに気がついた。長老はグロリアの頭を押してこそいるものの、その手つきは優しく殺意は全くない。そう、長老は彼女に水を飲めと促していた。その後、グロリアは長老に促されるまま何度も水を飲んでは嘔吐を繰り返しました。それから数時間を経て、彼女を襲っていた胃のねじ曲がるような痛みは徐々に収まっていったんです。信じらんない。そんなことあるの？お猿さんが解毒してあげようとしてたってことでしょ？まあグロリアが語った内容なんで、ちょっと持ってんのか本当なのかっていうのは誰にもわからないんですけれども、ちょっと見てみないことにはね、はい、ただこれがもし本当だったら、猿が人間を仲間と認識するっていう非常にね興味深い話ではあるんですけど、グロリアとオマキザルの穏やかな日々長くは続かなかったんです。それはグロリアがジャングルへやってきて約5年が過ぎた頃、突然の銃声に仲間同士で危険を知らせ合い逃げ惑うオマキザルたち。やってきたのは密猟目的のハンターでした。そんな中グロリアは木から降りるとハンターの目の前に立ちふさがったんです。なんだこいつは。グロリアの姿に目を丸くする2人のハンター。グロリアがこの時彼らの前に現れたのは、そのうちの1人が女性だったため、女の人ならお母さんみたいに優しくしてくれるかもしれない。そう、グロリアは猿と共に暮らしながらも自分のいるべき場所は人間の世界だと分かっていました。そしてジャングルへやってくる人間の中では珍しい女性の姿に一縷の望みを託したんです。結局ハンターたちはここからグロリアを町へ連れて帰ることに。でもこれ結局グロリアは数年後にさ、ギャングになってるわけでしょ、この連れてった大人がいい大人じゃなかったんじゃないの？そうなんです。グロリアを人間社会へ連れ戻したハンターたちっていうのは、欲にまみれた大人たちだったんです。人間の暮らし。よし、着いたぞ、降りろ。町へたどり着いたハンターたちはグロリアを怪しげな建物の前へ下ろしました。その中に入ると、そこにいた年配の女性と話し始めたハンター。しばらく会話を交わした後、ハンターはその女性から札束を受け取ります。そう、この日グロリアはバイ宿に売られることになったんです。長くジャングルで暮らし、ろくに言葉も話せないグロリアに客の相手などできるはずもありませんが、店主から見れば彼女にはうってつけの仕事がありました。身元さえ分からず人間社会の仕組みも知らないグロリア。そんな彼女に与えられた仕事はただでこき使われる奴隷。
おいグロリア、何度言ったらわかるんだ。いい加減に掃除くらいできるようになりなさい。ジャングルで暮らしていたグロリアに家事の方法などわかるはずもなく、彼女はたびたび失敗を繰り返し、その度に女主人から暴力を受けていました。タバコを押し付けられたり、鞭で打たれたり、女主人は機嫌が悪いと仕事に関係なくグロリアに手を挙げたといいます。そしてグロリアという名前はこのバイなどで付けられたもの。命令するためだけに付けられたその名前は彼女にとっては曰く付きとも呼べるものでした。ともあれ、このバイなどでの日々を通し、グロリアは少しずつ人間の言葉や生活習慣を覚えていったんです。人間社会に戻ってこなかった方が幸せだったんじゃないかと思うぐらい過酷じゃない。しかもこれさ、会話成り立つようになったらもう客の相手とかさせられちゃうんじゃないの？だからこそグロリアはストリートチルドレンになったんです。グロリア、どこへ行くんだい、待ちな。ある日、女店主の隙を突き、裸足のままバイなどを飛び出したグロリア。そう、それは彼女が年頃を迎え、いよいよ客の相手をさせられる直前のことでした。夢中で走り続けた彼女がたどり着いた場所は、多くのストリートチルドレンが寝床にしているサンアントニオ公園。ここからの路上生活で盗みの腕を買われたグロリアは、6人の仲間を束ねるギャングのリーダーになっていきます。ただ、その暮らしはバイなどでの日々と比べても、とても人間らしいと呼べるものではないんです。警察に追い回され、下水道の匂いが漂うねぐらで寝ていれば、いつ暴漢に襲われるかもわからない、そんな環境にグロリアはうんざりしていたんです。これどうやってこの生活から抜け出すのよ。この時代この場所にあったかわかんないけど、そういう叱るべき施設とかで保護してもらうしかないんじゃないの？ここからグロリアは自分の力で状況を変えていこうと頑張っていくんですよ。幸せはどこに？私をお手伝いさんとして雇ってくれませんか？ある時からグロリアは盗みを働く暮らしを捨て、一軒一軒豪邸を訪ね歩くように。そう、バイなどで家事全般を担当していたグロリアにとって、家政婦の仕事はお手の物。皮肉にももう二度と戻りたくないあの店での経験を武器に、彼女は新たな雇い主を探そうとしたんです。ここから何軒もの家を訪ね歩いた彼女は、最終的にサントスという富豪の家で雇われることに。ただ、サントスに雇われてからもグロリアに幸せな日々が訪れることはありませんでした。なぜならその家は多くの犯罪行為に手を染めるマフィアの一家だったから。家政婦とは名ばかりで、グロリアに与えられた仕事はまたしても奴隷。さらに雇い主のサントスは彼女の仕事に難癖をつけては不的暴行を働くとんでもない外道だったんです。先々で悪い人間としか会わないじゃないの。こんなんなら本当にジャングルから出なかった方が本人にとって幸せだったんじゃないの？グロリアがこの街で幸せを見つけようっていうのは、もう無理かには思われたんです。ただ実は彼女にはまだ希望が残されていたんです。その日、主人の目を盗んで小さな窓から抜け出したグロリアは庭の木の枝に飛び乗り、ぼーっと外を眺めていた。グロリアが逃げ出せないように屋敷の扉や窓にはほとんど鍵がかけられており、唯一開いているのがこの窓だった。しかし彼女はそこから外へ逃げ出そうなどとは考えもしない。逃げ出したことがバレたら殺されるかもしれない。もう私には自由な暮らしなんて無理なんだ。グロリアはサントスに従い続けるその日々の中で、マフィアの恐ろしさを身をもって思い知らされていた。私は幸せになっちゃダメなの？そうやってグロリアが考えを巡らせている時だった。今日も街を眺めてるの？話しかけてきたのは隣の家に住むマルハという女性。マルハはグロリアがいつもこの木に登り、街を眺めながら考え事をしていると優しく話しかけてくる。そしてサントス家の事情を知っていたマルハはグロリアが置かれている状況にも気づいていた。明日の正午、どうにか家を抜け出せる？公園でお茶いましょう。その一言がグロリアの運命を大きく変えた。翌日、グロリアは灯油を買いに行くと嘘をつき、サントス家を脱出。そして待ち合わせをしていたマルハはグロリアに1枚の航空券を差し出しました。この街にずっといれば、いつかまたサントスに捕まってしまう。あなたは遠くの街で幸せになるのよ。こうしてグロリアはククタから約600キロ離れたボゴタの街で暮らすマルハの娘に家族として受け入れられるように。ボゴタへ向かったグロリアはその後、ルスマリーナと改名。スペイン語でルスは光、マリーナは海を表す言葉。これまで奴隷として識別のためだけに名前を与えられてきた彼女にとって、それは本当の意味で初めての名前と呼べるものでした。さらに1977年にはイギリスウェストヨークシャー州ブラッドフォードへ移住。夫と2人の娘にも恵まれました。ジャングルで育ち、バイなどやマフィアの家庭で奴隷として扱われてきた過去を恥じらい、当初は家族にもなかなか打ち明けようとしなかったマリーナ。しかし夫のジョンはそんな彼女のことを誇らしげにこう語るんです。恥ずかしがることなんて何もない。マリーナはすごくタフな女性で、腕相撲で彼女に勝てた男は一人もいないくらいなんですよ。損得感情なしに自分を
受け入れてくれる家族に巡り合ったマリーナ。彼女は今でも森へ行けば楽しそうに木を登り、家族と笑い合いながら幸せな日々を過ごしているといいます。2013年には娘のバネッサがマリーナの半生を記録した書籍を出版。書籍を足がかりにマリーナの両親を見つけようと、家族は現在もコロンビアをたびたび訪れているんです。おざっす。この度ですね、アルゴメトリーではなく、アルゴメトリーのね、姉妹チャンネルでですね、動画クリエイターをね、大募集しております。というわけで、このアルゴメトリーシリーズはですね、世界のね、いろんな事件とか、歴史とかね、教科書に載らないようなことを編集してね、こう皆様にお届けして、皆様の知的好奇心を育もうっていうね、そういう意図があるね、チャンネルなんで、ぜひね、力を貸してあげるよとかね、そういうね、気合の入った方がいれば、概要欄固定コメントの応募フォームから、ぜひぜひご応募いただければと思います。